ステルインラブからコツコツプレイしていたアンダーテイルとエバーセブンティーンの全ネタバレを食らいそれでも自分を愛してくれるかと問われるも全て許すし愛し続けると宣言するスケトレ。トレーナーさん、こんな私でも許してくれますか？トレーナーさんがコツコツプレイしていたアンダーテイルとエバーセブンティーンの全ネタバレを特に悪意なく言ってしまった私でも、こんな私でも、まだ好きでいてくれますか？エバーセブンティーンはプレイしてて声出るぐらい衝撃受けたからな。エバーセブンティーンのネタバレとかも後れが専属レンズをやめる並みの暴挙だぞ。頭に銅像立てられても文句言えないレベルの暴挙。俺は生半可な覚悟でステルを迎えに行ったわけじゃない。ステルの全てを受け入れるつもりで迎えに行ったんだ。ああ。だからこれまでの、アンダーテイルやエバーセブンティーンだけじゃなくこれまでの全部のネタバレを許すしステルを愛し続けるよ。トレーナーさん。思い返せばネタバレしかない毎日だった。そうですね。いや、全部ステルがやったことなんだけど。あ、そのガソリンスタンドの店員さん実はラスボスですよ。ははは、ラッシャ生がラスボスなんてステルも冗談がうまいね。ペルソナ4。トリニティの裏切り者はミカさんですよ。ブルアカ。シュワちゃんは2では味方になるんですよ。ターミネーター2。クリスさんが倒れてる血だまりって実はオカリンさんの血なんですよ。びっくりしますよね。下着。トレーナーさん、ルッカママを助けるパスワードは RARA じゃなくて LALA ですよ。ありがとうステル。ちなみにラッキーライラックはどうなるんだ？ラッキーライラックですから、LALA でしょうか？よくわかりません。ドスエ。これは知らないが緊張はパニックになってもおかしくない。ドラクエ3で遊び人だけが悟りの書不要で賢者に転職できる理由は書物からだけでは真の賢さは得られない。賢くなりたいなら勉強だけでなく遊ぶことも大切、という制作人からのメッセージなんですよ。じゃあ今度どこかに遊びに行こうか。遊園地にでも行く？お船を見に行きましょう。はしたない姿を見るのが目的だろ。いい加減にしろ。トレーナーさんが壊したブロックはキノコ王国の住人ですよ。そんなこと言われても仕方ないじゃん。マリオ1の説明書にそう記載されてたけどさすがに今もその設定引きずってるかは怪しいところではあるよな。偽ロビンの正体はロビンの父親であり酒場のマスターのトラックスですよ。ロビン使わないから放置してたら最終的にイベントでアスラと戦う羽目になったよ。逆にこれをドヤ顔で語ってるステルは絶対に可愛いと思うんですよ。トレーナーさんがゴールドソーサーでデートしていたアリスは死にますよ。知ってるけど気持ちが沈むから言わないでほしいかな。当時のエアリス推しのショックは計り知れないだろうな。物語の舞台はどこかの見知らぬ惑星ではなく核戦争で人類が滅んだ地球なんですよ。猿の惑星。ブルース・ウィリスは最初のシーンでもう死んでるんですよ。シックスセンス。犯人はヤスです。逆にどういう展開でそうなるか知るためにプレイしてるまである。ボートピア連続殺人事件。あ、そのキャライベントで離脱しますから育てない方がいいですよ。キーファが真っ先に思い浮かんだけど途中離脱するキャラなんていくらでもいるわな。バンダインです。十角館の殺人。馬かてでこの作品のメタを見るとは。ゲーマーの敵ステルスレかと思ったら無差別ネタバレテロスレだった。ロマニさんもダヴィンチさんもどちらも死にますよ。あとギャラハットさんは敵として再登場します。FGO。ダース・ベイダーの正体はルークの父親なんですよ。スター・ウォーズ。石化事件の犯人は主人公の親友なんですよ。9。ファイナルファンタジーのタイトルの由来は経営危機のスクウェアにとって最後の作品になるかもしれないところから付けられたんですよ。それが会社を救うどころかゲーム界を揺るがすことになるんだな。スーファミの頃は良かったな。好きな人には悪いが今の FF には惹かれない。このキャラクター前作と声優が違いますが実は別人で今作の黒幕という伏線なんです。終盤で判明した時はびっくりしました。本物がライブラリ出演してそう。小栗さんは最後のアリまで勝ちますよ。つける？それはネタバレというか未来予知では？いいえ、勝ちます。そうなんだ。あと今日は5656123が来ますよ。よし、ステルを信じるよ。ああ。約束されたはしたない負け。R タイプのパイロットは？パイロットは？やめましょう。この話は。これは有名だよな。マミさんは3話で死亡退場しますよ。
まあスピンオフ作品とかで出番それなりにもらってるしいいんじゃないでしょうか。そういう問題か？当時はかなり騒がれたよな。マミさんの場合は殺され方もインパクトあったからより話題になった感ある。加藤海ちゃんは未来の主人公の子供なんですよ。サマーポケッツ。ロックマンダッシュに存在する人はロックたちを除いて自分のことを人類と思い込んでる人造人間なんですよ。マジで？結構ディストピアな感じの世界なの？今ナチュラルにペロッとしたのは生産狩りですよ。捨てる？捨てる？コナンが大丈夫なら馬娘であれば耐えられるから。園庭の正体ってエガちゃんなんですよ。エーデルガルトが？ほらトレーナーさん、カメラでごまかしてるけどよく見たら身長差結構あるでしょう？ファイアーエムブレム風化雪月。これじゃ悪い子じゃなくて悪だよ。トレーナーが受け止めてくれることを知っていて可能な限り悪役を尽くす系馬娘。くれない、早く止めてくれー。主人公の父親が生涯をかけて探し続けた勇者は主人公の実の息子なんですよ。ドラクエ5。最終的に主人公は人類を裏切って大量虐殺を始めかつての仲間に討伐されるんですよ。進撃の巨人。ペルソナ3の主人公鬼太郎と要まどかを同一視するのはいいですけどアイビスは明美穂村と違って鬼太郎が死んだら執着せずに見捨てますよ。ふむ。ペルソナ3の竹場ゆかりさんはアルブさんとかエスポさんみたいな振る舞いをしてますけど私や綾部さんみたいな重い女なのが彼女の本性ですよ。どれだけ捨てるの気持ちが重かろうがその全てを受け止めると言っただろう？ああ。なんだ？そういうプレイか？自分で重いとか言っちゃうんだ。巻き込まれる綾部さん。ひそひそ。またやってるわ。ひそひそ。きっとハオウ世代の影響よ。ひそひそ。最低ねハオウ世代。あの工場の缶詰の中身はピン肉ですよ。ゼノビアス。のりこさんが生きてるのはゴジラ細胞を取り込んだからですよ。ゴジラ VS ビオランテ。幼めな猫耳少女キャラの着てる服の露出度が低くていまいち燃えない？ストーリーが進むと露出マシマシな衣装に着替えますよ。ゼノブレイド2のニアかな？いかにも裏切りそうな黒い騎士のジークさんですが本当に裏切っちゃうので経験値とかは絶対に与えないようにしましょうね。ケイトさんには申し訳ないですけど。デアリングサーガー。妙にサブカル界隈の作品に詳しい上にネタバレしてくるスキル概念やめろ。なんでこんな詳しいんだよスキルは。いろんなネタバレされたな。そうだ、この際ですから盛大なネタバレを追加してもいいですか？ここまでネタバレされたらもう怖いものはないよ。では、ごくり。実は私、捨てるのネタバレ？将来トレーナーさんと結ばれるんですよ。なあんだ、そいつは結構なことだね。なんだこれ、なんだこれ。いたずらっこ捨てる概念好き。ガチで凶悪なネタバレがいくつかあったんですがいたずらで済みますかね？土曜の昼下がりに相棒の再放送を見ながら隣に座るスケルにネタバレされてその度に足つぼマッサージして悲鳴を上げさせたい。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。